今回はですね、血糖値コントロールの最新科学について深く掘り下げていきたいと思います。食事や運動はもちろん大事なんですけど、それだけじゃない、今日からすぐに試せる新しい戦略を一つ一つ解き明かしていきますよ。いやー、この悩み本当によく聞きますよね。こんなに頑張ってるのに、なんで結果が出ないんだろうって。そのもどかしさすごくよくわかります。でも、ご安心ください。今日のこの解説で、その根本的な理由と、じゃあどうすればいいのかっていう具体的な解決策がきっと見えてくるはずです。ここでまず考え方をガラッと変える必要があります。ポイントはですね、もうただ闇雲に我慢するっていう時代じゃないんですよ。大事なのは自分の体が食べ物や運動に対してどう反応するのかをちゃんと理解して、それを賢くコントロールしていくこと。これこそが新しい常識なんです。言われるがままの治療から自分で主導権を握る自己管理へ。そのための知識を今からたっぷりお伝えしますね。じゃあ早速、最初の秘密から見ていきましょうか。まずは、毎日の食事についてです。もちろん、何を食べるかも大事なんですけど、実はそれ以上にというか、ものすごく大事なのが、どうやって食べるかってことなんです。これだけで血糖値の動きが劇的に変わるんですよ。さて、ここで皆さんに質問です。普段の食事で食べる順番を変えるだけで、食後の血糖値の急上昇が抑えられるって言われたら、本当って思いません？でもこれ、最新の研究でその効果がはっきり証明されている非常にパワフルなテクニックなんです。はい、これがその答えです。ベジファースト、あるいはカーボラストなんて呼ばれたりもしますね。やり方は超簡単。まず、お味噌汁のわかめとかサラバとか食物繊維が豊富なものから食べ始める。次に、お肉やお魚といったタンパク質や脂質。そして最後に、ご飯やパン、麺類などの炭水化物を食べる。そう、たったこれだけなんですよ。めちゃくちゃシンプルでしょ？じゃあ、なんでこんな簡単なことでそんなに効果があるのか。そのからくりがこれなんです。まず最初に食べた食物繊維が胃や腸の中でヌルヌルしたバリアみたいなものを作ってくれるんですね。これが後から入ってくる糖質の吸収スピードをぐっと緩やかにしてくれるんです。さらに GLP-1 っていう消化管ホルモンの分泌も促してくれて、体がこれから糖が入ってくるぞっていう準備を整えられる。おまけに満腹感も得やすいので食べ過ぎ防止にもなる。まさにいいことずくめですよね。食べる順番、つまりどう食べるかが分かったところで、次は何を食べるか、こっちも見ていきましょう。この表はグリセミックインデックス、略して GI 値というものです。簡単に言うと、その食品がどれくらい血糖値を上げやすいかという指標ですね。見ての通り、白米や食パンは高 GI。一方で、玄米や全粒粉パンは低 GI。例えば、いつもの白いご飯を玄米に変えてみるとか、食パンを全粒粉パンにしてみる。ほんのちょっとした工夫で、食後のあの嫌な血糖値の急上昇をぐっと抑えられるわけです。さあ、食事の話はここまでにして、次は運動です。これもね、きついトレーニングばかりが効果的なわけじゃないんです。自宅でできる簡単な動きの中に、血糖コントロールの大きなヒントが隠されているんですよ。運動には大きく分けて2つの種類があります。ウォーキングみたいな有酸素運動と、スクワットみたいなレジスタンス運動、つまり筋トレですね。大事なのは、この2つ、どっちかじゃなくて両方必要だってことなんですよね。有酸素運動は今血液中にある糖をすぐにエネルギーとして燃やしてくれます。そして筋トレは筋肉という糖の貯蔵タンクそのものを大きくしてくれる。この2つが揃って初めて効果が最大になるんです。でもジムに通ったりきつい運動をしなきゃいけないってわけじゃないんです。実はお家で本当に簡単にできるあるエクササイズがあって、これがねすごいんですよ。隠れたホルモンのパワーを引き出してくれるんです。それが、この、かかと落としです。ね、めちゃくちゃ簡単でしょ？つま先でぐーっと伸び上がって、ストンと落ちるだけ。この、ドンっていう着地の衝撃が骨に伝わって、オステオカルシンっていう特別なホルモンが出るんです。これがまた、インスリンの分泌を促したり、効きを良くしたりしてくれるっていう、まさに一石二鳥のエクササイズなんですね。テレビを見ながらでもできますよ。そしてもう一つ、筋トレの王様、スクワットです。これはもう糖の貯蔵庫である太ももやお尻の筋肉を鍛えるのに最高の運動ですね。
ポイントは、とにかくゆっくりやること。4秒かけてゆっくり下って、4秒かけてゆっくり上がる。このゆっくりが筋肉に効くんですよ。回数は少なくてもいいので、正しいフォームでじっくりやってみてください。さて、ここまで食事と運動の話をしてきました。でも、これを完璧にこなしても、なぜか血糖値が安定しない。そんな経験ありませんか？実はそこには目に見えない敵が存在しているんです。その敵の一つがストレスです。この言葉、すごく的確に言い表してますよね。ストレスを感じると、私たちの体は、やばい、戦うか逃げるかしなきゃっていう臨戦態勢に入るんです。そのエネルギー源として、肝臓に、おい、もっと糖分を作れって命令を出す。だから何も食べてなくても血糖値が上がっちゃう。これまさになるほどって感じじゃないですか？そしてもう一つの本当に厄介な敵。それが睡眠不足です。よく眠れていないと体の中ではもう最悪な事態が起こります。インスリンは効きにくくなるし、お腹を空かせるホルモンは増えちゃって、満腹を感じるホルモンは減っちゃう。その結果どうなるかっていうと、甘いものとかこってりしたものが無限に食べたくなる。まさに血糖コントロールにとっては悪循環そのものですよね。さあ、食事、運動、そしてストレスと睡眠。いろんな要素が複雑に絡み合っていることが分かってきましたよね。じゃあ、これをどうやって管理していくのか。そこで登場するのがテクノロジーの力なんです。見えないものを見えるようにしてくれるツールがあるんですよ。それがこの FGM、フラッシュグルコースモニタリングという技術です。もうね、これは自分の体に専用のダッシュボードを取り付けるようなものなんですよ。腕に小さなセンサーをペタッと貼るだけで、いちいち指に針を刺さなくても、スマホをかざすだけで今の血糖値はどうなってるかが一目瞭然なんです。でもこの技術の本当にすごいところは、ただ数字がわかるだけじゃないんです。このトレンド矢印、これが全てを物語ってるんですね。今血糖値がどっちの方向にどれくらいのスピードで向かっているのかがわかる。つまり未来が予測できるんですよ。だから、急に上がってきたからちょっと歩こうとか、下がり気味だから捕食しようとか、先手が打てるようになるわけです。そして、この FGM を使って目指すゴールがこれです。70%。これはタイムインレンジ TIR と呼ばれる新しい目標値です。1日のうち血糖値が70から180っていう適切な範囲に収まっていた時間の割合。この割合を 70% 以上にキープすることが将来の合併症を防ぐためのすごく大事な指標になってるんです。つまりこういうことなんです。今日お話ししたような正しい知識、それに FGM みたいな自分の状態を見える化するツール。この2つが組み合わさったとき、あなたはもうただ言われたことをやるだけの受け身の存在じゃなくなる。自分の健康のハンドルを自分で握るドライバーになれるんです。さて、ここまでいろいろな話をしてきました。最後に、皆さんに一つだけ質問です。もし明日からたった一つだけ何か新しいことを試してみるとしたら何を選びますか？食べる順番をちょっと変えてみる？それともテレビを見ながらかかと落としを30回やってみる？あるいはいつもより30分早く寝てみる？どんなに小さな一歩でもいいんです。その一歩があなたの体を、そして未来を変える大きな旅の始まりになりますから。